今回取り上げるのは iPad mini。 この秋大幅にアップグレードされ、大きく仕様が変わった1台です。この新モデルは個人的には最高の iPad だと思います。詳しく見ていきましょう。このチャンネルはテオテックです。まずは大きく変わった外観から見ていきましょう。デザインは最近の Apple 製品らしく、全画面のディスプレイとフラットな側面のボディに生まれ変わりました。ディスプレイは 8.3 インチと本体サイズがほぼ変わっていないにもかかわらず大型化されています。四方のベゼルは均等で、手で持つ際にちょうど良い厚みです。フルスクリーンになったので、タッチ ID は電源ボタンに内蔵されました。側面搭載の指紋センサーとしてはとても大型で、認証もスムーズです。充電ポートはついにライトニングからタイプ C に。右側面は Apple Pencil を磁石で接続できるようになっていて、旧モデルに比べて格段にペンシルが取り出しやすくなりました。このペンシルの使い勝手については後ほど詳しく触れます。多数の変更が加えられた本体ですが、変わっていないのがこのサイズ感です。大きさは前のモデルとほぼ一緒で、重さに至ってはわずかに軽くなっています。この片手で持てるサイズ感はミニの大きな魅力です。カバンの小さなポケットにも入って、電車やバスの中でも気軽に取り出せ、使う場所を選びません。くつろぐ際にもソファーやベッドに横になりながら使うのにちょうど良い大きさです。そして何より両手でしっかりと握れるサイズなので、 iPad でゲームをするならベストなサイズと言えるでしょう。 iPad mini のもう一つの魅力といえば、小さなボディに強力なパワーを秘めていることです。搭載されている A15 Bionic は最新の iPhone 13 Pro と同じプロセッサです。クロックが少しだけ抑えられていますが、それでも2021年のトップクラスのモバイル向けプロセッサで、より高価な iPad Air よりもミニの方が高性能です。この性能はクリエイティブな用途にもゲームにも向いています。例えばこの動画のオープニングカットやチャンネルアイコン、サムネイルはこの iPad mini で作ったものです。ゲーム機としても新しい iPad mini は唖然とするほど滑らかに動作します。原神で画質設定を上げても 60fps に近いフレームレートで遊ぶことができます。性能は上がりましたが、バッテリー持ちは1世代前のモデルと同等、発熱はやや減っています。5万円台の価格では文句のつけようがない性能です。これまではサイズと性能が iPad mini の売りでしたが、新モデルはペンシルが格段に使いやすくなっています。第2世代のペンシルは磁石で本体に接続できるので、充電や収納を気にせず、いつでも手軽に使えるようになりました。小さく軽い本体とこのペンシルを組み合わせると、手帳のような使い方ができます。iPadOS15 では画面がオフの状態でもペン先で画面を2回叩くとメモが起動し、アイデアを書き留めることができます。全く違う作業をしている途中でも画面の右下からスライドさせるとメモが起動。書き取ったメモは文字認識されるので、後から検索することもできます。ソフトウェアキーボードの代わりに直接文字を書いて入力することも、そのままノート代わりに使うこともできます。ペンシルは別途購入が必要ですが、 iPad mini との相性は抜群なので、ぜひ検討してほしいアクセサリーです。さてここからはスピーカーやディスプレイ、カメラなど細部をチェックしていきましょう。まずはスピーカーから。今まで充電端子の左右に搭載されていたステレオスピーカーは本体の上下に移動しました。横画面で動画を見るのには理想的な配置で、縦画面でも音が下に偏らなくなりました。 iPad シリーズは高品質なスピーカーを搭載していますが、ミニも音質面は優れています。特に低音がしっかりと出る点は魅力でしょう。ただ iPad Pro のようなクアッドスピーカーではありません。縦画面では音がやや左に寄って聞こえるので、人によっては気になるところでしょう。ディスプレイは 8.3 インチのレティナディスプレイ、 P3 の色域に502との輝度、トゥルートーンにも対応しています。
実はこの仕様は iPad Air と全く同じです。唯一違うのは縦横比で、 iPad シリーズでは歴代で最も縦長のディスプレイになっています。一部のアプリはアップデートまで黒い帯が表示されますが、動画を見る際はより広い範囲を表示できます。リフレッシュレートは 60Hz で、最大 120Hz のプロモーションには非対応です。プロモーション対応の iPad Pro はペン入力の遅延も少ないので、イラスト作成はやはりプロモデルに分があります。ただそれ以外は使っていて不満のないディスプレイです。次はカメラに移りましょう。インカメラは超広角カメラになり、被写体を自動追尾するセンターフレームに対応しました。これは iPad Pro 譲りの機能で、インカメラを多用する人にとっては魅力的な機能でしょう。アウトカメラも12メガピクセルと iPad Air と同等になりました。これまでの iPad mini のカメラと比べても実用的な画質に進化しています。 iPhone と比べてしまうと見劣りしますが、タブレット搭載のカメラとしては十分高画質です。ストレージ容量はベースモデルが 64GB、 上位モデルでは 256GB です。ベースモデルは重量級のゲームを数本しか入れず、音楽や動画をストリーミングで楽しむのならまあ OK な容量です。たくさんゲームを入れたり、コンテンツをタブレットのストレージに保存しておきたいのであれば、ここは上位モデルを検討してもいいと思います。さてまとめにいきましょう。実際に iPad mini を4週間使いましたが、個人的には最高の iPad です。 iPad Air も持っていますが、普段はミニを使っている時間の方が圧倒的に多いです。さっと取り出して使えるのは本当に便利で、移動中などミニだから取り出せるシーンも多いです。ゲームも満足な性能で、スピーカーやカメラも含めて本当に完成度の高いタブレットです。もちろん大きな画面やイラスト制作の道具が欲しい人、キーボードと組み合わせたい人には上位機種をおすすめしますが、それ以外の人には一押しのミニサイズです。以上、新しい iPad mini のレビューでした。次は新しい iPhone をレビュー予定です。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。これまでの他のレビュー動画もぜひご覧ください。ではまた。